皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。先週IUさんの回でIUさんの本名はイ・ジウンさんというお名前で、俳優として活動するときには本名のイ・ジウンさんを名乗っているんですよと紹介したんですが、まさにこの先週のラジオを収録した次の日にIUさんが今後はお名前を統一して俳優活動の時も IU を名乗るというニュースが出まして、一日早く発表してくれたらラジオに間に合ったのにとなっておりました。この番組は YouTube を上げる前に字幕をつける作業があって、リリースの1週間以上前に収録していることが多いんですよね。そんな事情もあってメッセージをいただいてから紹介するまでにもちょっと時間がかかるんですね。音声だけの編集であれば当日でも全然大丈夫なので、ジョイジョイライフはリリースの週に撮っていることも多いんですが、こちらはちょっとね早めに収録しているという、そんな裏事情もあります。さて今回はチェンさんのサオリチナミョンウリヘオジョヨ、こちら日本語にすると4月が過ぎたら僕たち別れようというタイトルの曲を紹介します。英語では Beautiful Goodbye というタイトルがついていますので、日本の音楽アプリでは英語タイトルで出てきます。この曲のタイトルに4月が過ぎたらという言葉があるので、4月を歌うまアイドル特集にしたんですよね。そしてあまり4月の後半ギリギリにリリースするとリスナーさんのお耳の都合もあるでしょうし、聞いてもらえるタイミングが5月に入ってしまう可能性があると思って、ちょうどこの4月の中旬ぐらいにこの曲をリリースできるようにと思っていて、今回の予定になりました。なので今月はこの曲ありきでいろんな予定が決まっております。チェンさんは1992年生まれの現在30歳で、エクソというアイドルグループのリードボーカルとして2012年にデビューされています。私はアイドルグループに疎くて、正直エクソを熱心に追っていたというわけではなかったんですが、2014年に放送された大丈夫アイダというドラマにエクソのディオさんが出演されていて、そこでエクソというグループの存在を知りました。このドラマには私の最愛俳優様のコンヒョジンお姉様が出演されておりますので、その関係もあって OST を聞き込んでいたところ、その中の曲をチェンさんが歌っていて、この方もエクソのメンバーなんだなという感じでチェンさんを知りました。その頃にエクソの動画もいくつか拝見したんですけれども、基本的にアイドルの方って歌を一節ごとに交代して歌いつないでいきますよね。なのでその時はチェンさんの歌唱技術の細かい部分まではよくわからなかったんですね。私がチェンさんの歌唱力に注目するきっかけになったのが2015年の覆面花王への出演です。この時にチェンさんがキム・ドンリュルさんのチチュンチンダン、酔う中真実の真にダンという字を書く曲ですね。このチチュンチンダンという曲を歌っていて、これがねすごく上手だったんですね。でこのチチュンチンダンという曲は私も過去にカバーしたことがあるんですけれども、音域が広くてもう音程も細かく変わってすごく難しい曲なんですよね。でもこの時のチェンさんの歌唱は A メロの息混じりの低い柔らかな発声から、サビで声を張った時にはパワフルな鳴りを聞かせてくれて、また裏声もねすごく声質が綺麗ですし、本当に各所の表現も非常に丁寧で素晴らしい歌唱だったんですね。正確には放送の段階ではお面をつけているので誰かわからない状態で聞いていて、私は絶対に歌手だと思ったんですよ。でそれなりにしかもキャリアの長い歌手だろうなというふうに予想してて、で実際番組の判定団的な人たちもロック歌手かなとかいろんな意見が出てて、もうチェンさんだっていう意見は出てなかったと思うんですね。誰も正体がチェンさんとはわからない状態で聞いてたんですね。そしてチェンさんはこの曲でリーグ優勝するんですが、最終的には前回の花王との対決っていうのが最後にあって惜しくも敗れてしまって、
で負けた方がお面を脱ぐっていうルールなので、お面を脱ぐことになってお客さんとか判定団が歌っていたのがチェンさんだった、つまりアイドルだったということを聞いて驚愕するんですよね。確かチェンさんが覆面歌王に出演した最初の男性アイドルだったと記憶しています。出演の動機について、ご自身の歌唱力に対して冷静な評価を受けてみたかったというふうに語っておられて、実際この時の覆面歌王への出演がきっかけでチェンさんの歌唱力がより注目されるようになったんですよね。でこちら概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ覆面歌王でのチェンさんの歌唱をご覧になってみてください。今回カバーする曲ビューティフルグッバイは2019年4月発売の4월 그리고 고 4月そして花という題名のアルバムでですね、英語タイトルは April and a Flower という題名がついてます。こちらのチェンさんのファーストミニアルバムのタイトルトラックで、このビューティフルグッバイという曲は2曲目に収録されているんですけれども、このアルバムがね、全曲バラードなんです。全部で6曲入ってるんですけど、曲もボーカルもアルバムの構成も素晴らしいので、ぜひ聴いてみていただきたいです。個人的には春の雨の日にすごくよく合うアルバムだと思っております。ちょうど今くらいの時期に雨が降ると空気がひんやりして少し肌寒くてしっとりとね潤ってるような感じで、独特の寂しさがありますよね。そんな春の雨の日に聴きたくなるようなアルバムです。続いてビューティフルグッバイの歌詞の紹介に入っていきます。この曲は繊細なピアノ演奏が印象的なバラード曲で、原曲からカラオケの音源がピアノだけなんですね。歌唱力が素晴らしいからこそピアノ一本の曲をタイトルトラックにできるんでしょうね。そして歌詞の内容は別れを歌っているんですけれども、よくバラードにある内容として、別れて辛いから僕のところに戻ってきてみたいな感じで絶叫するっていう、そういう歌ではなくて、時間が経つにつれて2人の愛が枯れていってしまう寂しさを静かに歌っているような曲です。僕たちが愛し合っていた時間を大切に美しく別れようというねことが歌われております。では歌詞を紹介していきますね。まず最初 A メロの出だしの部分からいきます。우리 하지 못한 말들 마저 얘기해요。僕たち今まで話せなかったことを全部話そう。산들바람이 우리를 감싸줄 때、そよ風が僕たちを包んでくれるとき。이렇게 마주 앉아、こうして向かい合い、이별에 대해 말해보아요。別れについて話してみよう。이번 겨울이 지나고 꽃이 피고 나면、この冬が過ぎて花が咲いたら、우리 이대로 다 괜찮을 거라 했었는데、僕たちこのまま大丈夫だと思っていたけれど、아무리 노력을 해도、どんなに努力をしても、시들어가는 맘 견디기 힘들어、枯れていく気持ちに耐えるのが辛いという A メロなんですね。2人の関係が春が来たら改善するかもと思っていたんだけれども、どんどん気持ちが枯れていってしまっているということが歌われています。そしてサビの歌詞ですね。4월이 지나면、4月が過ぎたら、그땐 우리 아무 일도 없듯이、その時は僕ら何もなかったかのように、발길을 돌려요、引き返そうよ。この발길을 돌려요っていうのはきびすを返すみたいな意味なんですけれども、来た道を戻っていこうよっていうようなニュアンスですね。そして続きです。그래야 마지막 그리 인사가 아름다울 수 있게、そうすれば最後の僕たちの挨拶が美しくなるからというような意味なんですけど、ここはちょっと意訳しています。この部分は正しい文法からは外れた表現なんですよね。このクレアというのは、そうしなければとか、それこそ
という意味でクレアアンダ、そうしなければならないみたいなニュアンスで使われる言葉なので、その後にハルスイッケはできるようにという意味なんですけど、こういった表現はね普通は接続しないんですが、ここではあえて文法を外れることによって思いを強調しているんだと思いますね。そもそも歌詞の内容が付き合ってきたのに何事もなかったかのように引き返そうっていうのは無理なことを言ってるわけですよね。でもそれをしてこそ別れが美しくなるんだというご自身の考えを強調しているから、こういう言い方になっていると解釈しています。そして最後の言葉ですね。그때까진조금만と嘘よ。その時まではもう少し笑っていようという言葉で締めくくられています。別れが来ることはもう受け入れるんだけど、あと少しだけ君と笑って過ごしていたいという切ない願いが込められている歌です。では曲を聴いてみてください。チェンさんのビューティフルグッバイをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。本当にメロディーが美しい極上のバラード曲ですよね。今回は原曲に倣ってピアノ一本でカラオケ音源を作ったんですけれど、この曲はね結構ピアノの演奏が難しかったですね。私はいつもコードだけを検索しながら割と自由にピアノを弾いてるんですよ。歌いやすいようにコードを変えちゃうっていうことも結構あるんですけれども、今回はもう一節ずつ鍵になるような音源を聞き取りながら、なるべく原曲の演奏に似せた感じでピアノを演奏してみました。サビの部分では裏声と地声を行ったり来たりするようなパートがあって、体力も必要で歌うのが難しい曲です。いろんな声の音色を使いますし、表現も細かい曲なのでボイトレ曲ですよね。もうボイストレーニングには最適な曲というか、歌を歌う人には勉強するポイントがいっぱいあって、とてもいい曲でございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。 YouTube のコメント欄でも受け付けています。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。今日は結構噛みましたね。